こんにちは、のるです。量産系可愛いを解体してみようっていうところでやっていきたいと思うのですが、なんで自分の曲は個性がないんだろうとか、なんでそれっぽくならないんだろうっていうところを説明していきたいなと思って、このチャプターを作ることになりました。とりあえず皆さんが知ってるフューチャーベースというものをすぐ作っていきたいと思います。一瞬で。これが可愛いフューチャーベースって呼んでるものなんですけど、これを作るためにはどういうジャンルで完成されているか、そしてそのジャンルの名前、そして特徴をちゃんとわかる必要があります。なぜかっていうと、初めて作った人たちが何を聞いて作ったかっていうのをね、理解しておかないと作れないものではあるんですよ。例えばですよ、ラーメンがあるとします。味噌ラーメンだとして食べて普通に美味しい。これ真似してみようってやっても真似できないんですよ。実はその味噌ラーメンにはベースが例えば豚骨がちょっと入ってて、そこにも鶏ガラ入っててみたいな、そういうアクセントがあると思うんですよ。それをキャッチしなきゃいけないものであり、でも全部キャッチするのは難しいから、フューチャーベースの中で押さえていきたいところだけ説明していきます。何から説明しようかな。フューチャーベースっていうものが流行り始めた時に、三国志みたいに3つのフューチャーベースがあると思ってて、それをね、もともとどういう音だったのかっていうのをちょっと説明していきたいので、今から作っていきます。コード進行は同じ感じでいきますね。こんな感じ。こういうのがあって、次はもうちょっとね、おしゃれで CM の音楽で使われそうなヒップなフューチャーベースがあって、そちらを作っていきたいと思います。こういう感じもね、ちょっとおしゃれな方のフューチャーベース。もう一つ、モンスターキャット系、僕が結構やってたスタイルではあるんですけど、とりあえずこんな感じでね、作ってみました。ドロッ系の音色を使ったフューチャーベースとか。ちょっとおしゃれなところのフューチャーベースとか。EDM 系の音色を使ったフューチャーベースとか。何を説明しようとしてたのか説明すると、とりあえず皆さんがちょっと作ろうとしてるものがもう D 段階まで来てる楽曲の可能性が高いですということを伝えたいです。C 段階にしとこう。ポケモンの3玉目の進化みたいな。この C を作るためには何が必要かっていうのを説明すると、C は何かB があったはずなんですよ。この C 段階を作った人は B を聞いて新しい C を作ろうと思って C を作ったわけで、私たちがこの C を作ろうと思った時には C だけ見ると D になってしまうんですよ。どんどん D、E、S、G になるほどどんどん個性がなくなる可能性があるので、私たちは B を理解する必要があるんです。その B が何なのかっていうのを説明すると、こういうものがあるっていうのを説明したかったです。これカワイフューチャーベースっていう C 段階ですよね。で、これは B 段階の、例えばこういうフューチャーベースがあるよっていう、これの前に何があるのっていう話になるじゃないですか。これの A 段階を考えると、レトロ音色だから、これはなんと私たちが知ってるものです。昔のゲームの音、プラス何が入ってるかっていうと、トラップビートです。トラップビートはなんだ？ラップが入るようなヒップホップ系のビートですよね。可愛いとはちょっと距離があるジャンルのリズムセクションでした。それが意外性を持ってホワイト系のジャンルリズムに可愛い音、私たちが知ってる音を乗せてみるのはどうかなっていうアイディアから来ているものが B 段階のレトロフューチャーベースだと思うので、そこが大事なんじゃないかなっていう。ここにまた可愛いを乗せてみようっていうなったのが可愛いフューチャーベースになるわけで、私たちが考えなきゃいけないものは、量産系脱出のためにはこれをどんな材料が入っているかっていうのが分解ができるようになって、そこに意外性を持った一つを入れることが大事なんじゃないかなっていうのを思ってます。それを次の講座でやっていきたいなと思います。
ということで、どうすればいいのって話ですよね。僕が考えてるところが少しありまして、可愛いフューチャーベース、名前だけ聞いたら可愛いを中心にしたものを爆発みたいな感じのイメージになりがちかもしれないのですが、例えば飲食の話またしてしまうのですが、チョコレートがあります。甘いですよね。可愛いと結構似てる感じじゃないかなと思うんですけど、甘いだけめちゃくちゃなんか砂糖をそのまま舐めてるみたいな甘さで、甘さだけだったらそれは本当に美味しいチョコなのかっていう話なんですよ。例えばソルティチョコレートとかカラメルチョコレートとか苦味とかしょっぱい感じとか、そういうのがちょっとアクセントで追加されるだけで、実は甘さもっともっと前に出てくれるというところで、これをね音楽にも適用してみようっていう話をしたいんですよ。これをよくバランス取ってるのがこういうねレトロのフューチャーベースだと思っていて、音自体は音色はすごい可愛いんですよ。でもリズムはトラップ。これはどんだけ怖いリズムか見せてあげましょう。もともとこういう曲に使われてたリズムなんですよ、このリズムって。これがね、ガミっていうか、ここにね、可愛いレトロなね、キラキラしてる音が乗って、今のね、こういうフューチャーベースになってるわけなんです。いかがでしょうか？あ、なるほどねっていう感じになりましたか？それでね、バランスを取っていくのが音楽作るところで一番大事だと思っていて、自分なりのね、工夫をしてみて、ここにどういう旨味を追加すればいいんだろうっていうのを自分なりのレシピを考えて作っていく、発していく、つなげていくっていうものが自分の個性につながる可能性が高いと思います。可愛いっていうものを自分なりにアップグレードしたい方は、可愛いとは違う何かを入れてみようって話です、むしろ。例えばなんですよ。さっきのホーン。こういうのも怖い音だなーって思うかもしれないのですが、こういうところ入れても全然いい感じになると思いますよ。いい感じですよね。これないのより全然あった方がいいですよ、多分。うん。こんな感じです。だから、何でも怖い音から逃げるのは意外とどうかなって、むしろなんか可愛いだけになっちゃったら全部一緒になってしまうんじゃないかなって思うところはちょっとありまして、こんな感じでいろいろ混ぜていくのが大事かなと思うので、またちょっといろいろ試してみましょう。僕がいつもやってることをやると、こういう音。全然怖い音っぽく聞こえるんですが、こんな感じ？もできるし、ここにすごい怖いベースの音とか入れてもいいかも。こういう怖い音。ここにね、クラッシュ入れてあげれば、むしろアクセントになるんですよ、こういうのが。とか、ラップを探してみます。こんな感じでね、最近フューチャーベースとかデジコアとかね、ラップ用で使ってる方多くて、可愛いを作るために可愛いを頑張ろうっていうよりは、二次元的に考えるんじゃなくて 3D 的に考えていきたいっていうところが一番大きいかもしれません。一番大事なのは可愛いというところを作るときは可愛い予想なんかね、一つ二つあれば全然問題なくて、それキャラになってくれるから、それ以外は全部違うものでもいいし、叩いてくれるものは可愛いじゃないかもしれないです。ケーキを作りました。で、その上にイチゴ一つ乗せればイチゴケーキになっちゃうんですよ。で、フューチャーベースの上に可愛い乗せたら可愛いフューチャーベースなんですよ。
だから私たちが集中しなきゃいけないものは可愛いじゃなくて、下のケーキをちゃんと作るところを考えていきましょうっていうところをやりたいんです、僕は。それをね、次のチャッターからはまた新しく曲作っていくので、そこからちゃんとやっていきましょう。よろしくお願いします。